この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日はラズベリーパイ500プラスを手に入れたのでレビューしていきます。こちらにある端末です。一見チャンネルではこれまでラズベリーパイシリーズ、特に Pi4 や Pi5 などのカード型の機種をレビューしてきました。普段の動画の中でもマイコンではできないような処理をさせたい時にラズパイをちょくちょく使っています。今回使っていく500プラスはこれまで使ってきたカード型とは違ってこのようなキーボードの形をしています。電源とディスプレイをつなぐだけで使えるタイプのラズパイです。今日は500プラスを実際に使ってみて、使用感であったり使いどころ、中身の構成なんかを見ていきます。その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。今年もクリスマスの季節となりましたが、ディジキーから皆さんにクリスマスプレゼントがあります。その名もディジウィッシュです。これは毎日1名様にディジキー内で販売している$100以下の製品が当たるというものです。希望する$100以下の製品を選んで概要欄にある応募フォームから送信するだけで完了です。簡単ですね。今年は12月24日まで毎日開催。1日1回応募可能なので当たるチャンスも高くなります。やらなきゃ損ですね。また残念ながら当選しなかった方についても$500相当のディジキー購入券が当たるチャンスがあります。ちなみに去年は日本からこの特賞当選者が出ました。今年も多くの応募お待ちしております。概要欄にあるリンクからどうぞ。こちらが今回レビューするラズベリーパイ500プラスです。スポンサーのディジキーで購入しました。これは2025年9月25日に発売された製品で、動画撮影時のディジキーでの販売価格は税込みで3.5万円程度でした。国内の業者から入手した場合でも大体同じぐらいの価格になるかと思います。中身については基本的にラズパイ5の 16GB 版と同じですが、ストレージ部分については強化されていて 256GB の SSD が最初から内蔵されています。ラズパイシリーズのマイクロ SD からブートしてみたいなことを考えると、起動時間や日常の使い勝手は大幅に向上していそうですね。ラズベリーパイ財団はこれまでにも何度かキーボード型のラズパイを出しています。ラズパイ4時代にはラズベリーパイ400が出て、ラズパイ5からはラズパイ500が出ています。今回使うラズパイ500プラスについては500の後継機種というかアップデート版みたいな扱いかと思います。ちなみに海外ではすでに発売されていますが、日本では技的の関係で発売時期未定の状態です。今回はディジキーで購入しましたが、FCC マークはあるものの、技的マークについてはない状態でした。ですので今回は技的未取得機器を用いた実験等の特例制度を申請して使うことになります。ちなみに以前ディジキーで購入したラズベリーパイ5は発売から半年後くらいに購入したものについては技的マークがついていました。今回の500プラスについても時間が経てば技的マークがつく可能性はありますが、正確な時期はよくわかっていません。こういったケーブル類が刺さるインターフェース部分の違いなんかも見ていきます。基本的にはラズパイ5とあまり変わっていませんね。ラズパイ500プラスは USB-A の数が一つだけ減っていますね。マイクロ SD カードリーダー、電源の USB-C、マイクロ HDMI が2つ。こちらは GPIO の端子。そして LAN ケーブルをつなぐための RJ45 が1つです。500プラスにはラズパイ5の時にあったこういった PCIe のケーブルをつないだり、フラットケーブルをつないだり、あとはソケットを挿したりする端子がなくなってるんですね。PCIe については内部で NVMe の SSD を使うために使ってしまっています。ですので外部と接続するためのインターフェースは少しだけ少なくなっているというのが500プラスです。ここからは一見的に考えるラズパイ5と500プラスの想定できる使いどころとか選び方なんかを簡単にですが比較していきます。まず通常のラズパイですが、見ての通り非常に小型ですね。こんなサイズのシングルボードコンピューターが出たっていうのはですね、昔ラズパイの時すごく盛り上がっていた記憶があります。最近はミニ PC とかも出てきて、こういったシングルボードコンピューターは身近になってきた感はあります。昔のラズパイと比べると5はかなり性能上がってきていますからね。ラズパイ5はキーボードなどは後付けです。ストレージもマイクロ SD なので比較的最小構成で始められるようなものとなっています。RAM の容量も 1GB から 2GB、4GB、8GB、16GB の5種類のラインナップがあります。なので使い方に合わせてメモリーの量を選ぶということができるんですね。
例えば装置にラズパイ5を組み込む場合は、その装置が動作するのに必要最低限なメモリーとマイクロ SD の容量を選んで、最小のコストのラズパイを組んで装置を使うなんてことができます。ですので、ここまでまとめると、ラズパイ5は学習用はもちろんのこと、装置への組み込みなんかでもできるような設計となっています。一方で、ラズパイ500プラスはどうかというと、キーボードが一体となっていて、ストレージも最初から強化されています。ただ、このように、キーボード一体型なので、ラズパイ5のように小型で装置に組み込めるといったメリットはなくなっています。また、RAM と SSD の容量は最初から決まっているので、ラズパイ部分にかけるコストを調整してみたいな使い方はできなくなってしまったんですね。ですので、ラズパイ500プラスは用途的には学習目的で使うような場面に合ってるのかなと思います。ただ、これについては通常のラズパイ5でもできることです。次はそれぞれのコスト面を見ていきます。ラズパイ5と500プラスを同じスペックに揃えると仮定しています。ラズパイ5 RAM16GB 版の価格が$145。そして500プラスと同じように SSD を使うためには拡張カードが必要となってきます。拡張カード自体は$12と安いのですが、SSD にコストがかかってきます。SSD がセットになっている拡張ボードもあって$55です。なんだかんだラズパイ5の方で SSDを使おうと思うと$200近くかかる計算となってしまいます。ラズパイ500プラスは先ほども説明した通り価格は$200、RAM が 16GB で SSD は 256GB です。そう考えるとラズパイ500プラスは最初からキーボードと高速なストレージついているので意外とコスパの良い選択かもしれないですね。ただ RAM16GB もいらないよみたいな場合はラズパイ5の 8GB とか 4GB モデルを使うとさらに安く済ませることもできます。では実際に使っていきます。本体の後ろにあるところに USB-C を挿せば、はい。こんな感じでね、電源のところが光って起動します。起動もね、結構早いんですね。もうブートローダー立ち上がりましたね。これキーボード、ちょっとわかるかな？こういう風に光ってるんですよね。で、マイクロ SD を使ったブートと比べるとですね、ブート速度もやはり速くなっていて、もうそろそろ起動が終わるはずなんですけども、はい、起動しました。だいたいですね、30秒かからないぐらいで起動します。一応マイクロ SD カードが刺さるところがあるので、いつものラズパイ的な使い方もできますが、SSD が入っていて OS も入っていますので、いきなり使うこともできます。ちなみに今使ってるモニターなんですけど、ラズパイ純正の製品です。15.6 インチ液晶でよくあるポータブルモニターかなといった感じです。$100なんで 1.5 万円ぐらいですね。ただこのモニターである必要というのは全くないので、もっと安いものを自分で見つけてくる方が良いと思います。できることであったり、性能的な面についてはラズパイ5そのままです。ですので、基本的には通常のシングルボードコンピューターということですね。ラズパイ4の時はちょっと微妙だったんですけど、ラズパイ5になってからは CPU、GPU の性能も高くなってきているので、普通のブラウジングができるくらいのコンピューターとしての性能はあります。ラズパイ5の場合は SoC 部分の発熱が結構大きいのでヒートシンクとか冷却ファンが必要ぐらいにはなっていたんですけども、こちらの場合ですとそこまで熱くはなっていません。内部にしっかりとした冷却機構があります。ですので発熱についてはそこまで心配する必要はないかなと思います。ちなみにこの冷却部分については後で分解してお見せします。このラズパイ500プラスで一番気になっている部分なんですけど、このキーボードですよね。今回使っているものは US 配列のものです。一応日本語を含めた他の言語のキーボード配列もありますが、在庫切れとなっています。他の言語については数量が出ない部分かと思うので仕方ないですね。ちなみにディジキーのページを見てみると、日本語版はリードタイム2026年の2月2日となっていました。キーボードのタイプとしてはメカニカルキーボードですね。この光り方なんかは好みに合わせて変更できるようになっています。実際キーボードを叩いた時の音はこんな感じです。まあカチカチっていった感じですよね。マイク近づけてみます。
この押し心地とか音は結構好みが分かれそうな感じですね。このカチカチ感なんかは割と心地よくて、なんかガジェットを操作してるぞみたいな感じがします。ちなみに一見の感想ですけども、クリック音がそこそこ大きくてうるさいと思います。ですので静かなものの方が嬉しいですね。職場とかで使うと騒音トラブルに発展しそうな雰囲気の音です。ちなみにスイッチの交換はできないんですが、キーキャップは交換して遊べるようになっています。ここからは分解していきます。分解についてはストレージの差し替えなどを前提として、ラズパイ公式が分解の案内を Wiki に書いています。付属品にはですね、こういった工具が付属していて、メーカーが分解を推奨している状態です。このようにネジを外して、そして付属の工具で開封します。開きました。キーボードはこのようにフラットケーブル接続です。こちら全体がアルミ板で覆われていますね。こちらも外していきます。はい、外れました。こちらアルミ板の裏面ですね。ここに熱伝導シートが貼ってあって SOC と接触しています。これ全体をヒートシンクとして使っているんですね。ヒートシンク自体の面積はかなり広いです。ラズパイ5なんかと比べると放熱なんかは余裕そうな雰囲気ですね。SSD についてはラズベリーパイ純正品のようなものが載っています。取り付け穴の位置も伸ばせるので好きなサイズの SSD が挿せそうです。あとこのタイプの拡張ボードなら刺さるのでそのあたりについても拡張性はありますね。基板全体を見てみるとラズパイ5の時にあったフラットケーブルとかを挿せるようなところは見当たりませんね。ラズパイ5の PCIe のところは SSD に使われてしまっています。基板の端っこの方に何も部品が載っていないエリアがありますが、これは RJ45 から給電する PoE 関連の部品を載せるエリアだそうです。ちなみに基板がちゃんとはまっていなくて、こんな感じでしなっていますね。これが良いのか悪いのかわかりませんけども、最初からこうなっていました。はい。というわけで今日はラズベリーパイ500プラスを少しだけ使ってきました。キーボードと一体になっているので、電源とディスプレイがあれば使えてしまうというのは良いです。多分、教育目的で使うことがほとんどかと思うので、最初から RAM の容量は選べる中で最大の 16GB、ストレージは高速な SSD を使うという仕様です。ただ RAM やストレージの容量を用途に合わせて選ぶという従来のラズパイ5でできていたことはこの500プラスではできなくなっています。実際ですね、これを装置の中に組み込んで使えるというのはですね、サイズ的にかなり難しいんじゃないかと思います。ただそれについてはラズパイ5があるので、住み分け自体はできているのかなといった感想です。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また何か気になることがありましたら、ぜひコメントもしてみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。